今回のお話はちょっと悲しいけどテンポのいいお話です。最後まで聞いてね。さよならの後、中学3年の夏、それは突然にやってきた。私の名前は沙織。名前の由来なんて知らない。親が適当につけたんだと思う。私には彼氏がいる。中学3年にもなるんだから彼氏がいるなんて当たり前かもだけど、これが幼なじみで割とイケメンだと思う。4、5歳までは一緒にお風呂に入っていたからずっと隣に住んでいるけど兄弟なんだろうと思ってた。それが小学生になり、だんだんとあれは兄弟ではなくて隣の遊び相手なんだと知った。年は私よりも1歳上。たまたま誕生日が同じで、よく一緒に誕生日を祝ってもらった。親としてはその方が都合が良かったのかもしれない。だって両家揃ってもケーキは一つでいいわけだから。ただその分プレゼントは2人分だけどね。私の両親も隣の両親も仲が良くて、よく集まってお酒を飲んでた。私の両親が喧嘩した時は、母が私を連れて隣に愚痴を言いに行っていた。母は愚痴を言えばすっきりするタイプの人のようで、隣もその辺はよくわかっているようだった。お互いに幸せな家庭に育っていたのかもしれない。ところが私の方に不幸が襲ってきた。それは私が小学校の5年生の時、変なウイルスが世界を襲った。短期間のうちにワクチンが開発され、会社員の父はワクチンを打たないわけにもいかず、まだ治験段階にあったワクチンを接種した。この治験段階のワクチンを接種した人はたくさんいたようだけど、中には不幸にも副作用が強く出て亡くなった人がいた。そして私の父がその中の一人となった。母は働いたことのない人で、最初はとにかく落ち込み、これからどうしたらいいのかと泣いてばかりいた。そんな母の姿を見て、この人を残して死んだ父の無念を思ったけど、私だってどうしたらいいのかわからなかった。ただ小学生だから母親に頼るしかないわけで、黙って不安と戦っていた。さすがに私の不安まで母に預けることができなかったんだ。もしかしたら母は潰れるかもって考えてもいたしね。ところが案外母は気丈だった。1ヶ月も泣き暮らした頃復活。誰だって最初は初心者よとスーツに身を包み、仕事探しに奔走してくれた。そのおかげで早々に母は仕事を見つけて、徐々に母子家庭の生活に安定感が見えてきた。そして中学2年になった時、幼なじみのマサトからの告白を受けた。それも高校を卒業したら結婚したいと言われたんだ。びっくりしたけど、私も好きだったし、他の女に取られるくらいならその前に告ってやろうと思っていたので、即座に OK した。こうして父の死を克服した私は、新たな幸せに向けて船出をしたわけ。そして今、受験を控えた中学3年生なわけよ。マサトは去年受験生をしていたし、結構いい高校へも進学ができたので、
今は私の家庭教師をしてくれている。できることならマサトと同じ高校へ行きたいけど、さすがに私の学力じゃ無理があると思う。でもなんとか県立には合格しなくちゃ。ということで毎日のようにマサトに怒られながらも人参をぶら下げられて勉強しているおかげでそこそこの成績を取ることができた。そのご褒美に夏休みに入ったある日、友達のところに一泊で遊びに行くことを許してもらえた。友達は SNS で知り合った夫婦もの。友達夫婦とはゲーム仲間。同じゲームを通してかれこれ3年の付き合いだ。何度かリアで会ったことがあるけど、2人ともとってもいい人。半年前に子供が生まれたとかで、そのお祝いも含めて会おうじゃないかということになった。受験生なのにって最初は渋い顔をされたけど、マサトがお母さんに頑張ってるご褒美としてって言ってくれて実現したのだ。一年中休みもなく毎日勉強してたら頭がおかしくなるよ。だからちょうどいいのだ。友達夫婦が暮らしているのは自転車で1時間ほど走った隣町。隣町までは海沿いの国道を通らないとならないけど、夏だし海風を受けて自転車を走らせるのはとっても気持ちがいい。それに国道とは言ってもほとんど車の通りがないから事故の心配もないしね。何の苦労もなくサイクリングを楽しんで友達のところに到着した私はその日をゲームに費やした。赤ちゃんは親の教育がいいのかゲームの音がしだすと泣き止む。条件反射だろうか。こうして久しぶりにゲームを堪能した私は翌日の午後には帰ろうと考えていた。ところが朝目を覚ますと外がどんよりとしていた。確かおととい見た週間天気予報では雨マークはなかった。しかしどう見てもこれは雨が降る前って感じ。心配になり天気予報を調べてみると、なんと台風が直撃することになっている。昨日までは日本に近づく気配もなかったのに、どうして急に進路変更したんだよと言いたくなるほど見事な進路変更だ。友達はさすがに危ないからもう一泊していった方がいいと言ってくれたけど、受験勉強のこともあるし、そんなに簡単に台風も来ないだろうと軽く見た。友達の旦那は仕事に出ているし、奥さんの方は赤ちゃんがいる。それに車で走れば30分で家に帰れるような距離だけど、その車は友達の旦那が通勤に使っていて、どうあがいても自転車で帰るしかないわけだ。それにマサトに会いたいとも思ってたし。だから多分平気だと思って出発した。だっていくらなんでも1時間のうちに台風に襲われるなんてありえないじゃない。急いで帰れば十分家に着くと思っていた。ところがすべてが甘い読みだと後で思い知らされる結果となった。それは海沿いの国道を走っていた時だった。海は大荒れで波も高くて、さすがにこれは危ないなと思っていた。風は向かい風でペダルを踏んでもなかなか進まない。これじゃあ1時間で帰り着かないじゃないと愚痴が頭をかすめていた。その時目の端に映ったのは大きな津波だった。台風の影響で津波が発生するなんて
あるかもしれないけど聞いてない。頭の中では引き返すか？ここで引き返しても津波の速度に勝てるはずはない。高台に逃げるか？高台までどれだけ走るのよ。民家に助けを求めるか？家なんて津波にあったらひとたまりもないよ。そんなことを考えながらも向かい風の中必死に自転車を走らせていたけど、やっぱり津波の速度に勝てるはずはなく、次の瞬間には津波が大きな口を開けて私を飲み込もうとしていた。私の頭の中では終わったなという言葉だけがあった。海水に揉まれ、いろんなものにぶつかり、その痛みで意識を失った。ただ薄れる意識の中で、もう一泊すればよかったな。お母さんの言うことを聞いていればこんなことにならなかったのにな、という後悔が浮かんでは消えていった。そうしてどのくらいしたのか気がついたら、上空高くから下界を見下ろしていた。下界では多くの家が押し流され、あちこちに車が横倒しになっていた。国道には土砂が流れ込み、亡くなった人の数も数えきれないくらいらしく、上空に昇っていく魂がたくさんきれいに光って見えた。死んだの？私。いや、幽体離脱という線も捨てきれない。そんなことを考えていた。それからどれくらいの時間が経ったのか、ぼんやりと私が運ばれていくのを見ていたり、たくさんの人の涙を眺めていた。その間、何の感情も湧いてこなかった。ただ暗くなり、朝になり、また日が落ち、あれほど荒れ狂っていた海が何事もなかったかのように静かなのが腹立たしかった。そうして数日が流れ、ふと「お母さんが心配してる。マサトも心配してるだろうな。帰らなくちゃ」という思いが湧いてきた。どうやって帰ったらいいのかはわかる。道は知ってる。思いを家に向けると、不思議なことにあっという間に家に着いた。便利だな。そうか。これって夢なのかもしれない。夢ならば瞬間移動なんて簡単なことだ。そう思っていたら、母とマサトがいる居間にいた。居間では母とマサトが暗く沈んでいるようだった。あの時、俺が行ってもいいなんて言ったから。仕方のないことよ。あんなに急に台風が進路を変えるなんて誰にもわからなかったんだから。これはあの子の運命なの。沙織、自分が死んだこともわからずにいるんじゃないかな。そうね。あの子の性格だとその場に残ってる可能性もあるわよね。成仏できないかもしれない。どうやらマサトも母も私が死んだと思い込んでいるらしい。でも私はちゃんとここにいる。体だって私にはちゃんと私が見えているんだから、これは実体ということでしょ。それなのにどうして二人とも私に気がつかないの？私は母とマサトに声をかけてみた。すると勘の鋭い母は私の方を見た。沙織。え、沙織？鈍感なマサトでも実体がある私のことは認知できるようで、当たり前だけどちゃんと私の方を見てくれた。やっぱり私は生きてたんだ。ただいま。あんた、帰ってきたの？うん、そうだよ。楽しかった？うん。お腹は
空いてない？空いてない。喉は渇いてないよ。母は今まで私が帰ってきた時と同じように聞いてきたけど、マサトはぽつりと死んじゃったから何も感じないんだと言った。沙織、まだいられるの？母の言ったその言葉に意味がわからなかった。だってこの家は私の家でいるのは当たり前なんだから。母もマサトも私にどう接していいのかわからないようで顔を見合わせていた。どうしたの二人とも。私はせっかく帰ってきたのにその対応はないんじゃないのと軽口を叩こうと思ったけど、その前に見たくもないものが目に飛び込んできた。それは小さな祭壇に飾られた私の写真だった。位牌があり、線香が焚かれ、私の写真がある。え、これって、私、もしかして死んだの？母は苦しそうに私から目を背けた。マサトを見ると小さくうなずいていた。そうか、私は死んだんだ。そこでやっと自分の死を受け入れなければならないと思った。体が見えているのは私だけで、本当はこれは実体ではない。だから瞬間移動なんてことができたわけか。そっか、私もうここにいたらいけないんだね。そう言うと私はその場から飛び出していた。玄関を開けることもなく外に。どうして戻ってきたんだろう。あの時たくさんの人が死んで、たくさんの魂が天に昇っているのを見た。自分だって死んだと分かっていたはずだ。それなのにどうして私はここに戻ってきたんだろう。そうか、最後にさよならを言いたかったんだ。お母さんならきっと私が見えるかと思ったから。バカだな。せっかく帰ってきたのにさよならもバイバイも言わずに出てきちゃった。今さら戻れないや。そう思った時、自分の手が薄くなっているのに気がついた。時間切れってやつだね。天に召されるって言うけど本当だったんだと思った時、マサトの呼ぶ声が聞こえた。声の方を見るとマサトが走ってくるのが見えた。マサトに遅れるように母の走る姿があった。そして私に追いつくと、ごめん、俺があの時止めておけばこんなことにならなかったのに、と大粒の涙を流しながらマサトが言った。私こそ。私、マサトのこと大好きだった。俺だってお前のことが大好きだ。今まで好きでいるのが当たり前すぎて、お互いの気持ちを伝えることなんてしてこなかった。まさか天に昇るギリギリになってお互いの気持ちを明かすなんて本当にバカだと思う。その時母が来て言った。沙織、あんたもう行っちゃうの？そうみたい。でもなんで来てくれたの？普段走ったりしない母が必死に走ってきてくれた。それはどうしてなのかと思ったんだ。さよならを言ってなかったから。お母さんのところに生まれてきてくれてありがとうって言ってなかったから。お母さん。私もお母さんの子供に生まれて幸せだったよ。ありがとう。そしてさよなら。その言葉を最後に私の姿はキラキラと光の粒となって消えていった。残された母とサトシは大きな声で泣いていた。けど
私の中に何の心残りがあるのか、私はどういうわけか天に昇ることがない。あれから半年経つけど、いまだに家の中でうろうろしてる。母のそばで一緒にテレビを見て、母の泣いてる姿を見てる。でも、どんなにここにいるよと声をかけても、どうしてか母には私の声が聞こえないらしい。マサトはどうしているのかとたまに様子を見に行くけど、私が死んだことで医者を目指す気持ちになったらしく、大学受験に向けて猛勉強を始めた。姿が見えなくても私を分かってくれなくてもいい。私はずっと二人のそばにいようと思う。おしまい。はい、今回のお話はここまで。沙織は死んでしまったけど、死んでもなおお母さんのそばで暮らしているんだね。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。それではまた別のお話でお会いしましょう。